こんにちは。1週間ぶりのコマリンレジンライブです。今日は8月10日の金曜日です。今日はね、ちょっといつもと違う配信になるかもしれない。こんばんは。今日はちょっといつもと違う配信になるかもしれないのでね、カメラをいじくりまくってたんですけど、そしたら7時50分ぐらいにね、配信始めちゃったんだよね。一回間違えてクリックして。こんばんは。コメントありがとうございます。今日はちょっといつもと画角が違うので、すごい頑張ってもすごい明るく映っちゃって、めっちゃ画質明るさをめちゃくちゃ下げてみた今日は。こんばんは。待ってました。ありがとうございます。ほんとね、リカバリーはね、しまくることになると思う。私一応100均レジンはもう使ったことがあるんですけどね。めちゃくちゃ縮むんだよね。どのやつもね。それについてまたちょっと後で詳しく語るんだけど、その私が試したことない100均レジン液が1種類だけあるんで、すごいそれに期待してるんだけど、それをちょっと今日全部紹介した後にやろうかなと思ってる。で、ちょっとね、ランキングを発表するね。これみんなに、見えるかな？ちょっとちっちゃいかな？ねえ、みんなのランキングというかおすすめを募集して、それをちょっとランキングにしたんですけどね、見えるかなみんなにこれ。こんな感じでね、ダントツでモールドが人気でした。みんなのおすすめね。特にセリアのモールドがおすすめだったんで、それも結構回収してきました。って言ってもやっぱ夏休みなんでね、どこも売り切れてて、特にこういう普通のレジン液がね、もうどこ行ってもなくて、結構苦労しました。今インスタにシェアしてるんでお待ちください。100均レジンライブで、ライブが終わったらこのストーリーズは消えますと、今日はね、100均会なんだけど、プレゼント企画やります。アウトレットが結構あるんでね。ちょっとお待ちくださいね。できたかなと。今日もちょっと音量とかいろいろ調整したけど、どうかなねえ。ちゃんと聞こえてるといいんだけど。で、見ていきますね。それ見ました？どれ見た？お邪魔します。暑いですね。今日すごい暑かった。ポストに1回行ってきたんだけど、タブレット画質悪くて見にくい。じゃあ今出てる表全然見えてへんかもしれんね。ねえ、セリアのモールドかわいい。セリアは今こっちに入ってて、こっちがキャンドゥで、下に今ダイソーがバーってあるんでね、また後でお見せしますね。シリコンスティック、私もダイソーでゲットしてきましたよ。しかもキキララのやつがあったんでね、私キキララ好きなんで、キキララのやつゲットしました。音量いい感じ。よかった。こんばんは。コメントありがとうございます。今日もよかったら、チャンネル登録と高評価ポチッとしてもらえるとめっちゃ喜びます。よろしくお願いします。お試し配信見ちゃった。閲覧人になってたけど、千尋さんだったんだ。今日のキーワードこちら、じゃじゃーん。これが邪魔で見えてへん。これを消す。今日のキーワードは爆買いです。私爆買いしてまいりましたので、キーワード爆買いで、プレゼントはちゃんと100均レジンじゃなくていつものレジンで作ってあるやつで、今日はね、最近 YouTube に上げた海塗りのクリップと、あと宇宙のお試しの時に作った球体宇宙球体のヘアゴム、この2点セットが当たった方に送りつけさせていただきますので、ぜひご応募ください。今日爆買いね、爆買い。見えない？頑張ってちょっと気合いで。
気合でなんとかならんよね。100均巡りありがとうございました。ね、さっきコメントくださいましたよね。もしかして私の一瞬間違えて開始したライブ見ちゃったかな。小森さんだ。小森さんです。あ、音声 OK よかった。あ、私も結構見てた。7時50分ぐらいにね、テスト配信ボタンと間違えてガチの配信ボタンを押しちゃった。あ、ライブ通知オンに設定しようとしたんですが、子供向けコンテンツのため、そうなんや。YouTube がね、子供用に設定されてると思う、それ多分。こんばんは、かわいい、最高。ね、海のりクリップね、最近作り方動画出して、今日もね、ショート動画を出したんだけどね、ショート動画の方はちょっと収納とかをガンガン見せつける感じで作ったんでね、見てくださった方ありがとうございます。いいね押した、やったー、ありがとうございます。テスト配信です言うてた？そんなとこまで入ってた？恥ずかしい。一人でさ、自分用にテスト配信って言って、それを自分のスマホに送ってちゃんと見えてるか試しまくってたんだけど、30分ぐらい。1回だけガチの配信ボタンを押した。スイッチなら画質いい。じゃあスイッチで見ながらタブレットでコメント打つとかどうかな。贅沢。ねえ。こんばんは。通知来たの気づかなかったね。通知あんまり来ないこともあるみたいだね。さあ、どれから見せようね。個人的にやっぱね、セリアがいいし、やっぱ一番あるのがセリア。私がたまたま回ったところがね、いいセリアだったかもしれないし、しょぼいダイソーを回ったのかもしれないんだけど、そういうのもあるじゃん、100均って。場所によってさ、レジングッズ気合入ってるとこと入ってないとこあるやん。私が行ったとこがいまいち気合のないダイソーばっかやったのかもしれないけど、可愛いなって思ったものはやっぱセリアに多かったな。あとはネイルコーナーがめちゃくちゃいいね、どこも。ネイルコーナーって思った。ねえ。ショート動画テンポ良くて好き？やったー。そう、テンポめっちゃ気にしてる。ちょっと早すぎてね、何回も見ないとわかんないかもしんない。テスト配信見た。全部言ってたの聞いた。恥ずかしい。独り言のつもりで言ってた。ね、セリア大好き。そう。じゃあまず一番あんまりなかったっていうか、キャンドゥってそんなないよね。キャンドゥで見つけたものから紹介してこうかなって思うんだけど、先にさ、ちょっとランキング言うね、みんなの。これ多分みんなにはとても見づらいと思うんで、私が口頭で説明すると、みんなのおすすめアイテムの1位はモールドだった。で、具体的に書いてくれた人によると、シャカシャカのモールドとか、立体クマちゃんとか、肉球のが可愛いよってね、みんな教えてくれた。あとはネイルコーナーにあるホログラムセットもすごい人気で、私も今回何種類かゲットしてきました。あとクラッシュシェルもね、結構持ってきた。とね、ネイル用綿棒ってやつもね、ゲットしたんだけど、あるかな、この中に。これはね、過去の配信でも教えてもらったことあるんだけど、シャカシャカを作ってオイルを入れるときに穴の部分を拭くのにいいらしいんだよね、綿棒。見つからないそうだ。あった。これね、これ。こういう。ちょっと待って。ランキングの表があるから見えてへんやん。ね、なんかこういう、後で見せるね、しっかり。が結構人気あって、で、シールは、もういろんなシールだよね、いろんなシールが人気だった。ね、このあたりが人気で、この1位の1じゃない1票とかね、みんないろいろ教えてくれたのも全部ねメモらせていただきました。ありがとうございます。こんな感じになってました。結構もう集中してたって感じだよね、みんなモールドとか封入にね。そんな感じになってました。よいしょ。ちょっと今ひっくり返しちゃったんですよねえ。そっかー、セリア大好きねえ。セリアいいよ、よかったやっぱ。こんばんは、楽しみにしてました。やったー。ライブ中のコメント緊張しますね。最初って緊張するよね。私もコメントできないタイプだからめっちゃわかる。私もセリアでよく買いますねえ。早く商品紹介めっちゃ見たがってるやん。オッケー。
ねえ、何からしようね。一番買ってないからキャンドゥからしようかな。キャンドゥはもう私ね、実はもともと持ってたんだけど、この、レジンライト、反射板。反射板はね、ライトの入り口を塞いで光を漏れるのを防いだり、モールドのさ、下に引くと、こういう感じで、モールドの下に引くと、下からも光が当たるんだよね。っていう、こういうね、やつが結構人気やって、もともと持ってたんだけど、どっか行っちゃったから、とりあえず買ってみたのと、これはセリアにもあったんだけど、ジェルネイル用のトップコート。ジェルネイルのものが結構、レジンにも使えるよってことで、コーティング剤がね、あんまいいの見つかんなかったんで、もしかしてこのトップコートがコーティング剤代わりになるんちゃうんかっていう希望も込めて買ってみました。で、そしてこれはね、ネイルコーナーにあったネイルパウダーね。よくある白のキラキラなんだけど、このケースがいいよね。普通の、なんだっけ、透明な丸いやつに入ってるケースのもダイソーで買ったんだけど、このケースいいなと思って、キャンドゥのやつね。ねえ、それも買った。いや、私がよく行くセリア、レジンコーナーがどんどん縮小されてます。悲しいね。なんでレジン人気なのに。で、買ったレジン液ね、こんだけ買って、これ私実は使ったことあるんだよね、過去に。検証でね。とりあえずいっぱい作るにはいっぱいいるなって思って買ったんだけど。でね、今回の検証でみんなね、100均のおすすめって聞いて、レジン液を勧めてる人がほぼいなかったんだけど、そこはさすがみんな分かってるなって思ったんだけど、100均のレジン液ってね、しょぼいんだよね。普通にネットで買うレジン液より、全体量で見た時に高いんだよね。100g 2100円、2200円になるからね。パジコより高いんだよね、実は。100均のレジンって。なのに失敗しやすいレジン液だから、あんまり100均のレジンって良くないんだけど、100均のレジンを勧めてる人はあんまいなくてみんな分かってるなーって思った。このチップはね、ちょっと後でセリアで買ったものに使いたくて買ったやつ。そしてなんだこれ。このレジン用のコーティング剤も見つけたんだよね。ただめっちゃくちゃ量が少ないんで、もしこっちのジェルネイルのやつが使えるんだったら絶対こっちの方がいいよね。量が少なすぎる。ね、あと買ったのがね、ドットペンがダイソーとセリアでめっちゃ頑張って探してもなかったのにキャンドゥで見つかった。ほんまはどこにでもダイソーもセリアも取り扱ってるらしいんやけど、私が行った場所では見つからなくて、で頑張って探しまくってたらキャンドゥで見つかった。これらがキャンドゥで私がゲットしたものでした。私この台と鏡はね、自分は三宝石さんで買ったんだけど、過去に。キャンドゥにもあったよって感じ。で、レジン液はセリアとかワッツも同じやつが売ってると思う。キャンドゥ、セリア、ワッツは同じレジン液を置いてるって感じかな。書いてある。読んでいくねー。こんばんは、いらっしゃいませ。先日ありがとうございました。爪楊枝買った。ネイルの時もね、これはみ出しとかにも使えるんだろうね、きっとね。いいよね。私も昨日同じ綿棒を買ってきました。ね。外出頑張れ。セリアはフリルリボンとかもたくさんあって好きです。そうそう、レジン以外のものもさ、すごいいっぱいあるよね。布とかビーズとかね。楽しそうって、なんか手芸する人はやっぱいいよね、セリアがね。こんばんは、いらっしゃいませ。セルフ用のジェルネイルはセリアで揃えてます。ジェルネイルコーナーすごいいっぱいあったもん。よかった、セリア。出た、どっか行った。本当にどっか行った。どこ行ったんやろ。ジェルネイルはキャンドゥがいいですよ。ただ、販売が頻繁です。ということやら。でもキャンドゥのジェルネイルコーナーめちゃくちゃいっぱいあった。確かに。ネイルパウダー持ってる。ねえ、この後紹介していくね。さっきの出すやつかな、ふわって。このケースいいよね。丸いやつより。この入れ物がいいなって思ってホワイトラメ買ってたけど、思わず買っちゃったもん。楽しみにしてました。よかった。水色もあるよね。いろんな色があった気がするけど、私、ホワイト以外を混ぜるのがどうしたらいいかわかんないからね。とりあえずホワイト買っといた。こんばんは。
いらっしゃいませ。私も娘と100均巡りしてきました。セリアもダイソーもたくさんって楽しかったです。ほんともうテーマパークだよね。100均レジン液使ったことない？着色剤使ってみたい。私もね、着色剤はまだ使ってないかな。一人だけ着色剤をおすすめしてくれた人がいたんだけど、混ぜすぎると固まらないって言ってたな。そういえば。まあ、レジン液と着色剤はね、ネットとかより高い上に質が微妙ってのが現状なんだよね。だからそれ以外のもので使えるものをね、いっぱい見つけれるといいよね。ミラーいいですよね。ずっと使ってたのに表面のフィルムがあるのに気づきました。これありそう。なんか今ツルツルしてないもん。フィルムめくらず使ってた。そうやね。私忘れんようにしよう。よかった教えてもらえた。キャンドゥのキラキラパウダーのボトル時々詰まって、T ピン先に刺して詰まり解消してます。針を刺さなきゃダメなんだね。確かにこの細さだったら詰まりそうだよね。ネイル用のトップコート塗ってライト入れたら黄色くなったことがありました。ありそう。100均のアイテムってね、100均のレジン液ってめちゃくちゃ応変するんだよね。今回も画像を用意してきたんだけど、ちょっとレジン比較の画像っぽいと。ね、見えるかなこれ。これ私が過去にレジン液の検証をやった時の画像で、見てほしいのが、左下に100均のものがあるんだけど、見ての通りもうめちゃくちゃ応変するんだよね。ちょっと他のメーカーぼかしとくね。載せないでって言われたから。ね、過去に検証してるんだけど、このセリアとかで売ってるやつが、下段の左から3番目のね、やつ、4番目のやつかな。シンって書いてある。セリアシンの方かな、これが。もう一個ね、もうちょっと、しょぼい、こっちのパッケージ、もっとしょぼいパッケージがあるんだよね、花柄じゃない。そっちがその隣のセリア9のやつだと思うんだけど、またダイソーについてもちょっと後で説明していくね、これね。こんな感じですんごい応変するんだよね、100均のアイテム、液系ってね。だからジェルネイルもするのかなねえ。たくさんですね。すごいいっぱいゲットしてきました。そして私セリアでやっぱ嬉しかったのが、クマアイテムが多いセリア。クマ。これはよくさ、使ってる人見るよね。うさぎとクマのシャカシャカね。これは絶対ゲットしたかったからあって嬉しかった。あれ、しかもこれ、そっか。オイルを入れる溝もあるんだよね。この形が可愛いよね。で、このさ、クマのヘアゴムの土台もゲットしたし、おすすめが多かったのが、この立体クマちゃんモールドね。これが、本当に可愛いんだよね。細かくできてて。これもゲットできたセリアでね。これ作ってみたいな。ただ100均レジン液で作ったら収縮しまくるんで大変なことになりそうだけど、一応100均で作るっていう縛りを設けてやるつもりだから今回全て100均で作るっていうね。大変なことになると思う。これ作るときはね。熱盛してた。うちの子たちも好きそれ。ネイルトップコートだけレジンから剥がれたことあります。やっぱそうなんだ。ってことはネイル系も収縮するのかな。ドットペンこの間10件ぐらい回ってなくて結局ネットで買いました。ねえ、ドットペンなかった。でっかいセリアとでっかいダイソーにも売ってなかった。ネイルコーナーにあるんだけど基本的に。で、最後にキャンドゥで見つけた。海塗りするのにいいよね、ドットペンね。こんばんは、出遅れた。いらっしゃい。こんばんさん、こんばんはって。こんばんは。大量収穫してきました。目標が1万円だったんでね、ちょっといまいち足りなかったんだけど、やっぱ夏休みだからね、結構売り切れとかもいっぱいあった。こんばんは、すごいたくさんありますね。そうそう。ラメ持ってる。お揃いだ、お揃い。こんばんは、始まってる。こんばんはのコメントいっぱいありがとうです。
ドットペン欲しいよね。ネットで買うと100円で売ってるとこもあるんかな。私がいつも紹介してるとことかドットペン高いからね、ぶっちゃけ。100均でゲットできるなら100均で買った方がいいと思うんだけどな。あ、おまわりさんこんばんは。100均行ったら必ずハンドメイドコーナーチェックします。すごい。だからうちの近所の100均がしょぼいからさ、ハンドメイドコーナーが。で、これは、なんだっけ。あ、そうそう、パレット。しかもなんかすごいいっぱい入ってる。これはね、セリアでゲットしたパレットです。ただダイソーにもっとでっかいのがあったんで、そっちの方が使いやすそうかなって思った。これビーズとかちっちゃい封入入れとく、一時的に入れる方がいいかもしんないね、これはね。そんなの買って、レジン液もね、いろいろ買ったんだけど、レジン液はちょっと、ぷっくりデコレジン液をおすすめしてくれた方がいたのでね、2色ゲットしました。なんか、ちゃんってさ、ピンク5個やって真ん中に黄色やったらお花とかできそうって思ってね。セリアで買ったのはこんぐらいかな、レジン液はね。他はね、他のものって感じ。1個だけこれ、ちょっと気になったんが、紙用コーティング剤ってやつが売ってて、これ。写真とかをコーティングするのにいいらしい。別に使い道ないけど、本当に効くんかっていう意味で買ってみた、これは。買うとこがないと。なんか布入れるやつ作るかな。100均で買ったレジン液はシャカシャカのデコをカットするとき用の型に使ってます。シャカシャカのデコ。なるほどね。そうそう。やっぱ劣化してもあんまり影響がないものに使うといいよね。結果スイッチで見て、コメントはタブレット。ありがとう。二刀流だ。最初ダイソーレジン液使ってベタベタだし透明感ないので、そうそう。星の雫はね、ほんと質はめちゃくちゃいいんでね。しかもダイソーのレジン液、星の雫より高いからね。トータルで見るとね。オイルの穴邪魔。めっちゃ邪魔なんですよね。オイル入れんときめっちゃ邪魔だよね。埋めるの大変やし。私も今日100均に行きました。みんな行ってるね。で、これもおすすめが多かった。ベタつきを落とすクリーナー。私はさ、いつもエタノールとか、こういうアルコールでさ、ベタつき取ってるんだけど、これより取れるんだったらいいなって気持ちで買ったんだけど、アルコールって完全にベタベタ取れないじゃん、レジンの。それより取れるんだったら、ありかなって思って。取れなくてもしアルコールと同じレベルやったらめちゃくちゃ高いよ、これ。ちゃんと取れるなら価値があると思って買った。何か落ちていく。こんばんは。本配信で遅れちった。大丈夫？今まだ始まったばっかかな。まだ23分しか経ってないよ。ありがとう。どうしたいきなり。こんばんは。100均よく利用するので楽しみです。ねえ。そんでね、ライトがどこにも売ってなくて、キャンドゥに1200円のライトがあったんだけど、1200円で24ワットだったから、ぼったくりにも音があるって思って、ネットで1000円で36ワット買えるからね。それは手を出さなかったんだけど、唯一買えたのが、こんなしょぼいライト。ワットがやばいと思う、これは。ワット書いてないけど、6ワットぐらいしちゃうかな。ね、相当弱いと思う、これ。ワットすら書いてないよ、すでに。しかもすごい使いにくそうな形状。だけど、とりあえず1個ぐらいあったらいいなと思って、とりあえずね、買っといた、これは。作家のためのレジン液、ぷっくり良かったです。ねえ、ぷっくりタイプめっちゃ使えるよね、これね。それ、ぷっくりタイプのダイソーも出てた気がするんだよね。ちょっとまた後で紹介するね。こんばんは。いらっしゃいませ。ついでに、一回キーワード出すか、今日のね。今日プレゼント企画をしています。キーワードの紙がどっかに行ってしまった。キーワード爆買いなんだけど、どっか行っちゃったね、紙が。今日のキーワード爆買い。あった。キーワード爆買いね、爆買い。ちょっと30分に1回ちゃんと忘れんように出したいな。ねえ。そして、どこ行ったかな。めちゃくちゃ購入してますね。そう。しかもお母さんがさ、買ってくれた。
いい年して。お母さんがなんか応援で買ってくれたすごい YouTube 応援ということで連れ回してくれたお母さんがね、いろいろ買ってくれた。まだ親のすねをかじってる。あ、皆さんこんばんはって、こんばんは、ありがとうございます。セリアのハンドメイド次第は会社によって販売禁止があるので気をつけてます。あ、そうなんや。まあ、100均ってそういうの多そうだよね。後から中止になるものとか多いもんね、ダイソーとかもね。推しレジンキーホルダー作ってみたい。早く何か作ろうって。やっぱ今推し活でね、レジン始める人多いよね。あ、こんばんは。コメントありがとうございます。あ、子供お風呂行ってらっしゃい。今日の配信もね、アーカイブ残るんでね、また後でゆっくり見てください。母優しいでしょお母さん、私の YouTube ライブもコメントしてるらしいんだけどね、どれがお母さんかわからんねんけど、見てるらしい。で、セリアのモールドのこれもね、前、ちっちゃいの今あるよって言われたことがあったから買ってみた。キーホルダーとかのおまけの感じでおまけチャームとして作るのも可愛いよね、これね。ただ、アルファベット全部ないよね、これ。なんか使いやすいやつしかないね、これね。よく使うやつ。J とかないもんね。ね、それが、モールドはこの4つかな、ゲットできたのセリアで。本当はね、もっといっぱいあるらしいよ、可愛いのが。私が行った場所ではもう売り切れてた。この4つしかゲットできなかったモールド。ね、そしてこれがね、なんだ、印鑑のマットなんだけど、私さ、いつも気泡を見たい時とかに、こういう黒いマットの上でやってるでしょ、作業。これの代わりになるものなんかないかなって思ってて、この、ちょうどちょっと暗い感じのおしゃれな色のやつがあったんで買ったんだけど、まあこれに置いた時にちゃんと気泡が見えるかどうかっていう問題なんだけどね。これを買ったのと、いつも私でレジンやるときに、モールドの下にクリアホルダー切ったやつを引いてたんだけど、クリアホルダーのちっちゃいのが売ってたからさ、これやったら楽やーって思って、いっぱい入ってるクリアホルダーもゲットしてきた。んで、あとは、そうだなぁ、もう紹介したのがこっちか。ライトも紹介したよね。で、さっきさ、多分中身はちょっと、こっちがキャンドゥのやつで、こっちがセリアなんだけど、セリアの方が細かいかな。イリムナはこっちの方がいい気がするけど、セリアの方が細かい感じがする、パッと見ね。使いやすいかも。こっちめっちゃキラキラって感じ。あと、かわいいクマちゃんの、こんなかわいい、ね、枠が、このシリーズすごいいっぱいあって、クマ好きの私にはヒットしたんだけど、まあ100均のレジン液収縮するからめちゃくちゃ相性悪いんだよね、こういう枠と。でもいっぱいあった。で、とりあえずゲットしといた。あとヘアクリップの金具とかバレッタの金具おすすめしてくれる方もすごい多かったんでね、このあたりもゲットしてきました。こんばんは、コマリンさんこんばんは。ありがとう。帰ってきました。お帰りなさいって、ただいま帰りました。こんばんは。エイジモールドね、あるらしい。前半後半には分かれてるんだ。ってことはもう一個あったんだね、きっと。ほんとや、A とか B とか C ないやん、これ。分かれてるんか。応援してくれるのめっちゃ嬉しいですね。そうそう、私今回の帰省でいとこんちで、私今 YouTuber だからって言いふらしてきたみんなに応援してねって。私の母も応援してくれるのでありがたいですね。お母さんが応援してくれると心強いよね。いつもコマリンさんの動画癒されてます。わあ、嬉しい。初チャットメッセージありがとうございます。嬉しい。ね、アルファベットモールド2種類あるんだね。わあ、もう気づかんとさ、一番前にあったのバッて持ってきちゃった。もう一個も買えばよかった。ねえ。寝かしつけで無言だけど見てます。ありがとう。こんばんは、お疲れ様です。夜勤中見かけてしまった。そう、夜勤中お疲れ様です。バレないようにね。音出せないって聞こえてないね。
100均で1万円分買い物したいね。楽しかったけど後半よくわかんなくなっちゃってさ、同じものいっぱい買ってた。あ、でこれもおすすめが多かった。このバッグチャーム、かわいいよね。これさ、シャカシャカとか作ってさ、でここにシャカシャカつけたらかわいいし、使いやすいよね。バッグチャーム、私もよくバッグチャーム付きのイニシャルを販売してるんだけど、デザインも何種類かあって、ここにはなかったんだけど、ハートタイプとかあるっぽいよね。もう何種類か、シルバーもあるらしい。これはいいよなって思った。でこれを買ったんでね、キーホルダー金具は今回買わなかったんだけど、そういうのもあったよね。で、なんだっけ、これはね、ネイルコーナーにもあったし、違うハンドメイドコーナーにもあったかな。先っちょトントンピンセットね。これやっぱ欲しいよね、1個ね。使いやすいからね。これもゲットしといた。あと結構100均のヤスリも削れるよって教えてくれた人がいたんで、ちょっとあんま見たことないグラスファイルハードってやつ。なんだろうね、グラスって。それも買ってみた。キャンドゥのカッターマットもおすすめしてもらって、しかもレジの近くにあったのに忘れてた。そういえば買うの。方眼ついてるやつだよね。黒色みたいのがあったもんね。それもゲットするべきだった。キャンドゥめったにないからな、こっち。あ、こんばんは。しかしこのイーザー爆買いしたね。そう、全部使い切れるかな。ちゃんと使いたいな。まあ、これから100均縛り動画をちょこ出してって2年ぐらいかけて全部使うみたいな目標にしてる。以前からね、100均だけで作ってほしいですっていうコメントが特に学生さんから多かったんで、やっぱ学生さんってネットで買い物できないからね、ちょっとずつ出していけたらいいなと思ってます。そしてこんなブリオンもテリアでゲットしました。これはよく使えるアイテムだよね。私ブリオンよくね散らすの好きなんで、ブリオンがあるって思って買ってきました。でこれシャカシャカの中に入れたら可愛いかなって思ってね、こういうビーズも買っといた。あとはシールね、シール。こういうアルファベットのシールもね、可愛いちょうどいいサイズのがありました。これも装飾するのに可愛いなって思ってね、ちょっとセーラームーンっぽいシールをゲットしてます。くまちゃんのレジン枠めっちゃ可愛いです。可愛いよね。ちょっと来るの楽しみ。ただやっぱいつものレジン液でほんま作りたいねんけど、この可愛さはどうなるだろう、100均でやったら。こんばんは、おかえりなさいって、ありがとうございます。ただいま帰りました。こんばんは。ふり100均あるある同じもの買ってしまってるねえ、あるあるなのか。でみんなのおすすめも多かったね。ホログラムね、これホログラムちょっともう一回出すよ。ホログラムはね、みんなのおすすめランキング第2位ね、ホログラムセット。クラッシュシェルはダイソーでいっぱい買ったかな。ちょっとね、まあこういう封入系がやっぱ人気だよね。でそしてどこ読んだっけ忘れちまった。こんばんはって書いて同じもの買ってしまってるチェーン、私も使ってます。このチェーンちょうどいいサイズだよね。これかわいいなと思った。私が卸売企業用の場所で原価で買って80円ぐらいだから、そんな変わらないしね、安くていいね。すぐ黒くなんなければいいよねって思った。遅くなってしまった。こんばんは。こんばんは。いつもコメントありがとうございます。さっきの話の続きなんですが、セリアに商用利用していいか問い合わせすると NG 返ってくるのですが、セリアに納品してる会社に問い合わせすると OK が来る。商用利用ってどういうこと？作ったものを販売してもいいんですかってことかな。なんか適当なんだね返答が。ガラスの爪ヤスリ使ってます。これガラスで合ってる？グラスって書いてあるけど、ガラス製って書いてあるわね。ガラス製は持ってないからね、ちょっと楽しみだな、使うの。であとはこれ
あとはミラーパウダーを勧めてくださった方も結構いて、でさっきさ、私キャンドゥでチップ買ってたでしょ。チップ、このチップで多分塗るので合ってる、ネイルしてる人しかわかんないと思うんだけど、説明書家帰ってから読んでたらチップで塗れって書いてあったんでね、色をレジンにチップで塗ればいいのかって思いながら、ちょっとチップを追加で買っといたんだけど、このチップで塗るやり方で合ってるかな。なんか玉虫みたいな色、玉虫ね。ちょっとこれも使ったことないからね、面白い色が出るかもって思って買ってみた。であと封入コーナーにめっちゃ可愛い、なんだどこ行った。もう一個あった。この色可愛いって思って、ネイルパーツって書いてあるけど、シャカシャカに入れたりしても良さそうなね、可愛いセットは。中にブリオンも入ってる。すごい、この組み合わせがセンスあるよね。そういう感じ。これで全部かな、セリアはね。こんな感じでいっぱい買いました。こんばんは。100均いっぱい、そう、たくさんありますよ。もうちょっと買いたかった。セリアはもっといいものいっぱいあると思うんだけど、私が行ったとこがもう結構でっかいとこだったんだけど、売り切れちゃってた、いっぱいね。ダイソーはさ、ちょっと私レジン液から語っていい？最初にダイソーのレジン液ね、過去に何回も検証してるんだけど、いろんな変化を遂げてるんでね、ちょっとそのあたりから語っていきたいなと思うんで、ダイソーを今からやろうと思うんだけど、ちょっと一回整理がしまって。私ね、100均に1日目に行ってシャカシャカモールドを買った後に、シートになるものがないって思って、みんなにストーリーズで聞いたんだよね。シャカシャカの蓋になるものありますかって。その時にやっぱ多かったのが、このカードケースの硬いやつを切るとシートになるよっていう人も多かったし、ラミネートフィルムっていう人が一番多かった。プラ板はね、ダメなんだよね。私過去の配信でもさ、プラ板でシートの蓋してたら、レジン硬化するときにめっちゃ熱い熱出るからね、それで縮んじゃうんだよね。それな、縮んじゃいましたって過去の配信でも言ってた人がいたから、プラ板はダメだなって思って買ってないんだけど、シートの蓋になるもの、何かみんな知ってますかって聞いたらね、ラミネートフィルムって言ってた人が10人以上いたかな。で、PP カードケースはちょっと硬いけど、いい感じだよって。で、私はスマホのさ、液晶に貼るガラスケースも良さそうって思ったんだけど、大きさがちっちゃいからコスパめちゃくちゃ悪いから、ちょっと買うのやめといた。これはシャカシャカの蓋として使えるかなっていう感じで買ってみました。100均、そう、たくさんあって、いろいろあって、つい買いすぎちゃいますよね。ねえ、いろいろ買いすぎちゃった。楽しみにしてます。ありがとうございます。ブリオンがレジンに入れて 1,2 週間すると黒くなってしまうんだけど、そう、それ100均のやつだよね。100均のパールとかが変色する報告はめちゃくちゃ効いてる。なんで今回作ったもの全部天日干ししようと思うんだけど、しばらくね。2週間開くやつ買ったけど使いこなせなかった。私もそれゲットしてますよ、バッチリね。これね、使いこなせない、難しいなこれ。コツお願いします。私もわかんないかも。なんかでも引っ掛ける的なものは引っ掛けるっぽい感じのはわかるんだけどね。でさ、ライトがほんまにどこにも売ってなかったんで、昔検証用に買った昔のライトをちょっと今回使おうかなと思ってて。バッククリップも挟むところに時々がないので後がつかなくて気に入って使ってます。バッククリップってなんだろう。なんかパチンって挟むやつかな。わかった。裏がさ、ブツブツしてるとバッグの布とかに跡がついちゃうやつがないんだ。いいね、それね。見てこればよかった。シリコンブラシでも塗れると思います。そう、シリコンブラシはね、ダイソーでゲットできた。なかなか売ってなくて、やっぱ。ダイソーのネイルコーナーで、この、キティじゃない、キキララのやつをゲットした。かわいい。あれ、でもこれね、すんごいパッケージではわかんないんだけど、
四角いんだよね、ペン先が。もしかしてめっちゃ使いにくいかも、普段使ってるやつより。あ、こんな感じなんや。キキララかわいいよね。ちょっと独特なペン先だった。まあ、見た目が可愛いからよしということで。ね。シリコンブラシも売り切れてた、いろんなとこで。そして、チップで塗る。あ、合ってる、よかった。商用利用を販売して利益を得ることみたいな感じです。つまりセリアで作ったものを売るのはダメっていうとこといいっていうとこがあるんだね。いや、でも100均のものを売るの怖いね、ちょっとね。レジンはやめた方がいいよね、とりあえず。でもレジンまで使えるからな、いろいろ。からも、これはね、私が普段の動画でもよく登場してるマルチスティックね。これやっぱネットで買うと高いところとかもあるんだけど、100均のやつがいいよね、やっぱ。このマルチスティックは。特に、先っぽがトントンのやつがね、使いやすいよね。あれ、私が持ってるやつと違う。私このパッケージと同じやつ買ったのにさ、なんか形状が変わってる。リニューアルしたんかな？ちょっと変わってる、私が買った時と。で、さっきセリアでも買ってたパレットの大きいやつね。これは、いっぱい入ってる。10枚入ってるからね、レジン入れるのにも良さそうだし、こうやって柔らかく変形するタイプだから、後からパコって外せるかな？ね、これは大事っていうか、ないとカラーとか作れないから大事だよね。シリコンマットもね、勧めてくれた人多かったし、私も過去になんかよく使ってたんだけど、途中からクリアファイルミンになってあんま使わなくなったんだけど、勧めてしてくれる人が多いんでゲットしておきました。こんばんは。よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今見てるよって人でね、もし、なんだっけ、高評価ボタンを押してないよって方がいたら、押してもらえるとめっちゃ喜びます。よろしくお願いします。こんばんは、今来れました。2週間開くやつ見たいです。私も見たい。今やる？ね、この、2週間をね、まあ、私、イニシャルとか作った時に、こういう接続部分かな、接続部分をね、いつも20巻でつけるようにしてるんだよね。丸缶だと取れちゃうからね。ただ20巻のこの、今写してるやつがおそらくピント今写してるやつ 5mm なんだよね。これ 5mm の20巻もめっちゃ開きにくいんだよね。20巻っていろんなサイズがあるんだけど、ちっちゃいやつほど開くのすごい大変でね、20巻ね。で、私はいつも画鋲を刺して開いてたんだけど、隙間にね、この100均の釣り具コーナーにあるやつを使うと簡単に開けるよって教えてもらえてね、買ってきたんだけどね、使ってみようか、これね。セリアさん的には、いろんな会社で仕入れてるから、なるほどね。すごい問い合わせてるんだ。でもなんか問い合わせもせんと販売しまくってる人いそうだよね、普通にね。こんな感じで、ちょっと待って、どうやって開くの？何を開けない。使い方からやらなきゃいけない。プライヤーの先端でスプリットリングを挟んで隙間を作り、だってさ、挟んでとか言うけど開かないんだよ、まず。全然開かない。わかった。こっちに開くんだ。こっちに開いて挟むってこと？ねえ。全然動かないんだけど。見えてる？これ。ここに挟むでしょ、とりあえず。挟んで、めちゃくちゃ細かい。挟んで隙間を作り全然挟めん。グッてして、
グってしちゃダメでしょ。全然できん。できん。ちょっと待って。後で詳しい人が来るの待っとこう。わかんなかった。何があったっけ。ちょっとあとね、このよくわかんないやつ。そして、結構、どこ行った。セリアが対外的に商用利用はご遠慮くださいって書いてあるんだ。と、ここまで書いて似たようなことを書かれていらっしゃる方が、そう、同じことやね。ハンドメイドとして販売しちゃダメって書いてあるのかな。こんばんは、たくさん買いましたね。いっぱい買いました。ありがとうございます。来てくれて。こんばんは、キラキラ。自分で使ったりするようじゃなくて販売する品に使いたいときは直に問い合わせるのが安全そうですね。ねえ、これセリアにしか売ってないやつで作ってるとかなったらバレちゃうもんね。そんなのがあるんだ。今始まったばかりですか？これ8時からやってるから今46分経ってる。今回もね、アーカイブ残るんでよかったらご覧ください。で、これね、ダイソーのレジンフレームもゲットしてきた。あとクリーナーもね、さっきのさ、あれセリアで買ったやつよりでかくないこれ。レジンクリーナーも、普段使ってるアルコールよりレジンが取れるんだったら価値があるなって思って買ったんだけど、見て、セリアのが 15mm でダイソーのが 25mm。結構差があるね。ちょっとこのね、違いも気になるよね。こっちがエチルアルコール 40% で、じゃ書いてないな、何にも。ね、まさかのダイソーの方がめっちゃでかかったっていう。レジンクリーナーも試してみたいし、で、これね、多分みんながめっちゃ勧めてたのこれだと思うんだけど、ネイルコーナーにあったグリッターね、すごい6個入って1000円ちゃうわ。100円ってすごいよね。こんなんかわいいし、これはみんなすごい勧めてくれた。カラーワークモールドパーツ、レジン液などなど。ほとんどじゃん。ねえ。まあでも100均のもの売らなくていいと思う。100均でわざわざ作って。なんだろう。100均で自分のために作るように買うよね、多分。どうなんだろう。私、世間のみんながどうしてるかわかんないんだけどね。作品を作るために使う道具や一部の消耗品。例えばこういう、なんだろう、この辺はやっぱ100均の方がすっと安いしいいよね。ネットより安いんだったら消耗品は100均でいいかなって思っちゃうんだけどね。多分、なんだろう。じゃあ、でもさ、それ言うとさ、どこだっけまた蒸し返すんだけど、このクマのモールドで販売しまくってる人めちゃくちゃいるよね。それもアウトってことになるんかな。まあでも、めちゃくちゃいるからね。何万人と販売してる中で、一人だけなんか言われることはないだろうけどね。そうなってくるよね。今押した。ありがとうございます。高評価ありがとうございます。嬉しい。フライヤー使ってみた人がいる。教えてほしい。どうすればいいかわかんなかった。また後で、ちょっとコメントが遅いからね。読んでくね、どんどん。ロックされてるんですよ。ストッパーを外さなきゃ。ストッパー。これかな。外れた。ちょっと待って。ここにストッパーがあった。ストッパーがございました。失礼しました。で、ストッパーを外さなきゃってみんな教えてくれた。みんな教えてくれてる。そっか。で、これで挟むってこと？どう挟むの？横向きにして、こう挟むかな？やばい、普段使ってる人からしたらめっちゃイライラしそう、これ。横向きにして挟むで合ってる？
でもなんか開いて閉じた。私のやり方が下手で。両方二重の場所を前後にして挟む。見える？これ。この出っ張りのとこに、開いた。こういうことか。簡単だ、確かに。これで合ってる？こうやって、で、この隙間空いた状態で、なんかいろんなもの通せってことだよね。画鋲より簡単ってか危なくないね。針使わないしね。こういうことか。この 5mm の20かめちゃくちゃ硬いんだけど、余裕でいけた。こっち 7mm やったらもっと簡単やろうな。7mm の方やったら、こう、見えてるのかな。ピントボタンを押しても合わない。ねえ、横向きにして、こうやって挟むってことか。こういうことか。ねえ。見えてない。見えてもかわそう。こんな感じでできるやつをゲットできました。みんなに教えてもらってよかった。私永遠にロックのこと気づかずに開かないとか永遠に言うとこだった。やばい。しないお店に書いてないですが、ハンドメイド関連でインタビューした記事を見たのです。そうなんや。それ私考えたことすらなかった。著作権とか。こんばんは。無言でありがとうございます。今来てくれた人にキーワード教えとこう。今日のキーワードは爆買いね。爆買い。今日はうんめりクリップと宇宙の玉が届きます。よかったらご応募ください。よかったね。極端にカラーバッグをセリアで買って作ったものを売ってる学生さんもいるよね。モールド会社どこのですかって。そっか、会社にいるんだ。めっちゃややこしいね、それ。このモールドを出してる会社によるのか。会社によっては販売しちゃダメなんだ。これね、エコーだって、エコー商事って書いてある。そのモールドを作った会社によって販売ダメなとこがあるんだね。これはややこしい。そして、100均のヤスリも、手芸用、レジン用のヤスリもよく削れるよって教えてもらったんでね。これもまた、さっきのガラスのやつと比較したいなと思って買いました。あともうレジンばっかなってくる。で、これね、基礎金具とかもいろいろゲットしてるんだけど、正直、基礎金具は100均じゃない方がいいっていうかね、安いし、100均のやつ多分すぐ黒ずむんちゃうんかなっていう私の先入観があって、販売には使わないと思うんだけど、自分用とか、あととりあえず100均縛り動画で使うためにゲットしなきゃいけないから、とりあえず買ったんだけど、どうなんだろうね。すぐ黒ずみそうな気がするんだけど、私が普段ね、サージカルステンレスの丸カンとかしか使ってないからね、何年経っても黒ずまないようなね。なので、こっちを使って販売用に使うことはないんだろうけど、とりあえず作るためには必要ということでね、加工するために必要ということで、ゲットしておきました。今日は、出た。みんなのおすすめのクラッシュシェルじゃないけど、ガラスフレーク。そう、ガラスフレークだ。ガラスフレーク勧めてくれた人めっちゃおった。ガラスフレーク。あとこのかわいい封入パーツ。ね、このあたりかわいいって思って。でさ、このね、パッケージがネイビーに星の背景のパッケージなんだけど、これおそらく新シリーズなんだよね。このダイソーのこのあたり、月とかがやたらパッケージに書かれてるやつ、多分新シリーズちゃうんかなって思うんだけど、私的に以前あんま見たことない気がする。このあたりは新シリーズちゃうかなって思って、このモールドもちょっと可愛かったからゲットしたダイソーでね。よかったんだよね、過去に。
コメント読むの忘れちゃった。正直100均のモールドと楽天とか Amazon に売られてるモールド同じものもありますよね。そう、あるある。言うたらね、楽天に売ってるやつシーンで4分の1で買えたりするんだけどまあそういうことだよね。100均の方が得なやつもあるもんね。よかったよかったってね。よかった。かわいいなった。100均のモールド普通に楽天やシーンで売られてるのもあるので、そこを商用利用禁止だとなんかもやります。そうだよね。中国から仕入れたやつを中国で買えるのに商用利用するのなんか不思議な感じだよね。でもこっからレジン市祭りになっていくかな。ダイソーのレジン市ね。そうだね。実演ありがとうございます。慣れたら使いやすそうですね。針を刺すよりは安全だと思う、これ。結構慣れたらカポカポ開けそうだった。二重間のワイヤーの先にあるトゲの部分を差し込んで使ってます。あ、そっか。大変になるかもですね。難しいよね。モールドとかを使って作るのではなく、モールド自体を転売したりするのがダメなんですかね。まあどうなんだろう。でも100均のアイテムを300円でいっぱい売ってる人結構見るけどね、メルカリでね。それもダメなのかな。商品自体を売るのも、作ったので売るのもダメだった。小森さんのライブ見に行くと自信なくなってた自分をリセットさせてくれます。いつもありがとうございますって。よかった。ね、みんななってるよ、そんなん。私でもあったもん、自信なくなったりすることね。それを乗り越えてね、頑張っていきましょうね。よかった、元気になって。100均の金具はちょっと不安が残りますけど、そう。私も不安が残ってる。ただ、まあ、これは先入観だから実際使ってみないとわかんないんだけどね。実際に2ヶ月ぐらい使って黒ずみ出したら、ダメだな、これって思うんだけど。お子さんのとかのだったら全然いいよね。自分のこの補修するとかね。こんばんは。こんばんは。100均の金属、どれぐらいメッキ丈夫か実験してほしいです。ねえ。ただ私の経験からすると、ネットでもこういう、大体ね、丸カンとかってね、色でわかるんだよね、質が。サージカルステンレスとか、金メッキしてあるやつってね、もうちょっと違う色してるんだよね。ちょっと色の違和感があるんだよね、この100均の謎のわざとらしいテカリというか。これがサージカルステンレスなんだけど、こういうやつは結構早い気がする、黒ずむの。まあ私今回100均で作ったもの全部外にさらしとくつもりなんでね、それでまた結果が出たらご報告させていただきます。メーカーのホームページに商用利用の、そうなんだ。ってことは例えばこのモールのメーカーのダイソーしか書いてないわ。セリアがそうなんかな。セリアがいろんなとこに置いてるからってことかな。いろいろあるな。うちの近くのダイソーは広すぎて必要なものが逆に探せずついつい全然関係ないもの買っちゃって家に帰ってからってなる。私も今までレジン液のものを探しに行ったこと何回かあったんだけど、毎回そうなってた。全然関係ないお菓子とかパンとかさ、なんかいろいろ文房具とか買ってそんで終わってた。着色剤もしてます。どれや。着色剤ちょっと待ってね、水一回飲む。ずっと喋ってるから。青い袋の新シリーズみたい。そう。青い袋ね、この後も出てくるんだけど、着色剤もいろいろ買ってみたんだけど、まあ私は着色剤はもう試しに使ってみたことがあって、正直微妙なんだよね。分離しやすいし、色出ないやつとか、固めると色が変わるやつとか結構あって、ただこの新シリーズが出てたんで、しかもゴールドカラーラメっていう、なんか、可愛いっぽいやつがあって、あれシルバーも買ったつもりなのにないな。どこ行ったやろ。ね、だからダイソーのレジンは今ここにまとめて並べるんだけど、この星のシリーズがね、いいんじゃないかって。みんなにしてもらった投票でも、1人、
この新シリーズの方は結構いいよって言った人がいたんで、もうダイソーにね売ってるレジンって全部で3種類あるんだけどね、3種類。このこれが一番古いやつ、このチューブっぽいやつに入ってる。これはもう最悪で、ライト当てまくってもべちょべちょで、ただ外に1日干したら固まってた、さすがに。ただライトじゃ全部固まりきらないんだよね。それを修正するために出されたのがこの修正して出されたのがこのレジンボトルって感じのやつに入ってるこの真ん中のやつなんだけど、さっき出した、もう一回出すよ、比較のこれの間違えて変なの動かしちゃった。何動かしてる私。レジン比較、これね、これのちょっと大きくするよ。一番これがこの今置いてる左下、一番左下のやつなんだよね。これ1ヶ月天日干しした実験のやつね。でこの修正された方が応変がひどかったんだよね、実は。こっちのやつもうね、外に置いて2日目ぐらいに茶色になってた。この修正したやつは固まるのはまあ早くなってつるっと仕上がるようになったんだけど、収縮が相変わらずすごくて、で応変がもっとひどくなっちゃってたんだよね。でこれを消して、こっちのやつまだ試してないんだよね。これ多分おそらく3番目に修正したやつだと思うんだけど、変形しにくい、応変変形しにくいとか書いちゃってるよ。ほんまそれが本当やったらすごいよね。しかも名前が魔法のレジンだよ。だいぶハードル上げてきてるね。今日何時までやるかわかんないんだけど、とりあえず、全部紹介した後これ使ってみようと思う。早速収縮はどんなもんか見ようかなって。この3つでなんか作って比較しようかな、どうせやったら。これはもう固まんないよ、これマジでベタベタ。これはもう知ってるんだけど、この3つをちょっとこの後試そうかなと思ってます。これがもしいいんだったら、学生さんとかが100均でレジン買うってなった時に、この3個ある中からこれなら大丈夫だよって言えるからいいんだけどね。でこれちょっと私は期待を込めて結構いっぱい買った。あとなんだ、あと高粘土もあったんだ。高粘土、この星のタイプに高粘土も登場してた。まさかの。どんなもんやろうね。ほんまに高粘土なんかなね。こんな感じで、これで全部出たかなーって感じ。とりあえずダイソーのこの新シリーズに期待って感じかな。そしてどこまで読んだかな私。新シリーズですのとこだよね。購入物ね、かわいいよね。これはね、シャカの中に入れたりレジンに混ぜても可愛いと思う。しかも6個で100円ってすごいよね、これね。それぞれ会社名書いてるから、販売する品に使うなら調べた方がいいんだね。セリアのもので作ったのを販売してる人がいたらね、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。ありがとうございます。インスタでコモディさんからいいねして嬉しかった。来ましたかよかった。じゃあもう早速これで全部紹介したんで、ダイソーのこの3つを試して、この2つが微妙なのは私はもう分かってるんだけど、それにこの新しいやつを試して、でどうしよう、くまちゃんモールドでなんかデコボコのくまちゃん作っていい？へこみまくってる、収縮でへこみまくってかけまくってるくまちゃん作ろうかな、ちょっと試しにね。そんなんしてみようと思います。こんばんは、やっと来られました。よかった。ライト使ってまっすぐ交差したいときに使いやすい？どのライトだろう？これかな？私これね 6W なんだよね。私が普段使ってるの同じ大きさで 36W だからさ、単純計算で6倍固まるのが遅いはずなんだよね。このシリコンマットも早速使おうかな。そしてこのキティちゃんのシリコンペン持った。でもクマちゃんやったらいらんか、シリコンペン。でも混ぜるときいるか。いや、まあいいや。とりあえずこの辺り使おうかな。でこのパレットも使いたいし、
使いたいし、着色剤もちょっと使ってみたいよね。着色剤もどれか使ってみよう。絶対ボコボコになるからヤスリも必須だしね。そのあたりはちょっと試してみようかなと思います。もうじゃあね、穴ぼこのくまちゃんになろう。そうして、100均のゴールドっていろんなゴールド色がありますよね。なんかピンクっぽいやつもあれば、ね、いろんなやつがあるよね。大丈夫って思うよね。ということで、早速、準備していこうかな。これ久しぶりに使うけどちゃんとつくかな。でも100均縛りって決めてるんでね、隣に 36W のライトがあるけど、思いっきり 6W のしょぼいライトを使って作っていく。一応説明書もあるんだね。これはさ、やっぱ学生さんとかがネットで買い物できない子が100均だけで揃えたいってなると思うからね、それを再現するためにやっぱ私も100均のものだけを使うのがね、筋だと思うんでね、そういう感じでなんかやってみようかなと思います。おまわりさんこんばんは。闇市行ってきます。ほんまや。そう忘れてた。ちょっと見ていい？今日ね、クロッチショップで闇市が始まってるんだよね、9時から。闇市が。で、私のね、海キットが、映るかなこれ。映んないね。海キットね、売り切れてたんだけどね、今再販してるんで、もし狙ってた方がいたら、7分前に再販されてるんでね。これ、400セット売り切れたんだけど、あと400セット販売して終了らしいんで、すぐ買わなくても大丈夫だね。闇市っていう定期便をもう申し込んでる人だけが買えるね、闇市が行われてるんで、ログインしなきゃ見れなくなってる。ね、気になる人はよかったら見てきてください。私はそんなのも気になりつつ、100均も気になるんで、100均の方もやっていこうかなと思います。教えてくれてありがとうございます。着色剤気になってます。気になる？でももう、私が過去に使ったやつは最悪だった。分離するすぐ。で、硬化したら色変わる。でもこの青いやつやったらね、新しいやつだったらもしかして綺麗かもしんないもんね。やったら買う価値あるよね。このやつは広かったのは知ってるって感じ。そうか、でも100円って安いもんな。着色剤ってちっちゃいやつでも400円ぐらいするもんね、ネットで買うとね。お持ちします。ありがとうございます。また来てね。ダイソーのヒートン黒ずみますよ。教えてくれた人がいた。やっぱそうだよね。色的に黒ずむ系のやつだなとは思う。最近レジン始めてみました。ともりんさんが使いやすかった100均のレンジ知りたいです。今からね、検証するね。ただ、先に言っとくけど、先に説明をしとく。もう。私は、今回、100均で買ったレジンが、こんだけあるんだけど、もう一個セリアの太い方がここにもなかったかな。ね、こんだけ100均でゲットしてるんだけど、この魔法のレジンっていう新品のやつ以外はもう過去に使ってて、この3つはもう初心者の人に100均のレジンだけはやめろって言ってるんですよね、私いつも。100均のレジンじゃなかったら他のやったらまだマシやけど、100均のレジンってめちゃくちゃ縮むし、応変がすんごい早いんで、初心者殺しなんですよね。で、しかも、作家のためのレジンがこれ、通常価格で1900円ぐらいなんだけど、100均のレジンってこの同じ 100g になると2100円なんだよね。でもこの300円の方はちょっと大容量だから安くなってるか。普通に売ってるレジンより高いんだよね、100均のレジン。高い上に質がめちゃくちゃ悪いんで、100均のレジン液以外で、それ以外のものは100均で作るのがいいよっていう風にいつも言ってるんだけど、この新しいやつがもしかしてワンチャン質がいいかもしれないっていう期待を込めてね、今から作るのでよかったら見てきね。個人的にレジンモールダー複数作れる方なんだから、商用利用を許容できないなら、だよね、一気に何個も作れるってことなんだもんね。
もうみんな詳しいね、商用利用について。あ、ちょっと待って、遅いね、私読むの。ダイソーヒートン黒ずむんだ。ねえ、大量に買っちゃった。ダイソーヒートンっていうか、サージカルステンレス以外のヒートンはまあ大体黒ずむかなと思ってたし、ゴールドアイテムは全てね、サージカルステンレスを使ってるんだけど、やっぱ黒ずみが大敵だよね。線どこやったっけ私、ダイソーの。ここから線を出して、その線がどこかに行ってしまった。線がある。線をつけて、ちっちゃいですね。こんなんでシェイカー作ったら効果ムラすごそうだな、ちっちゃいから。まあやるしかないよね。そしてその後にレジンお休み。ヒートンだらけになっちゃったね。ピンク色つけてるやつみたい。ピンク色つけてるやつ、レジンの応変。どれやろう。ピンク色つけてるやつ。あ、わかったわかった。応変がピンク色をつけてるみたいっていうことか。さっき見したやつだよね。そう、実物はオレンジっていうか茶色みたいな感じ。だったね。特にひどいやつね、リニューアルされた方が、まあ、あまりようになった代わりに、応変がすごかったよね。って感じやった。新しいのどうだろうね。ピッと。チューブタイプのは本当の初期に買ったけど、色は分離してるし、扱いづらくて大変でしたね。このチューブタイプのやばいよね、本当に。で、またこのチューブの形状が、絞って離した後に、空気を吸い込むもんで気泡発生器なんだよね。もう気泡が生まれまくる形状っていう。このチューブタイプのやつだけはダイソーで見かけたら絶対こっちダメだと思う。食材とかもだよね、確かね。でパレットで使うでしょ。分かるようにしたいよね、どれがどれか。私きっとアホだから分かんなくなっちゃうからな、どのレジンがどれだったっけみたいな。それちょっと避けたいよね。キララさんを使いたいね、これ。サンリオって書いてある。ダイソーでゲットしたね。キララさんのシリコンペンを使ってみようと思います。これはサンリオのラップこっち置いといて、またモールドで、これね、いや、絶対うまくいかんと思うよ。思うけど、やっぱ可愛いから早速使いたくなる。マージャンモードも使う。そして、風量量についてダイソーは、弊社の名を歌っての販売はダメって書いてあるんだね。ダイソーの白い入れ物のレジン、ラメ入りはよく買いました。高粘土すぎて大変でした。白い入れ物ってこれかな？そうだよね、確かね、高粘土だった気がする。絞るのがすごい硬かった記憶があるもん。パレット良さそうですねって。ね、これ使いやすそうだよね。こっち側が使いやすそう。スンドゥブチェックするの忘れてた。スンドゥブチェックし忘れた。キューブタイプマジでベタベタ共感します。そうでしょ？私20分ライト当てたんだよ、36ワット。そんでも固まらなくて。で、外に干したら、次の日固まってたけど、さすがに紫外線で干したら。多分ね、紫外線、LED ライトで固まらない成分も結構入ってると思うんだよね、こっちのチューブタイプは。外に干しといたら固まったから。時間経過で固まる成分と、紫外線で固まるタイプがある、なんか成分があるんだけど、多分こっちはだいぶ、時間経過成分が多いと思う、このチューブタイプはね。ライト仮効果したい時にいいですよって。このライトかな、このちっちゃいね。そうだよね。ワットが弱いってことは角立ちとか防げるからね、それでも使えるんだけど、ちょっとにしてもちっちゃいな、ちょっとね。本当は100均仮効果にみんな使ってる。初めてライブ見ました。やっぱ
ぱ安かろうなのかな。そう、レジン液はほんと100均はやめた方がいいと思いつつ、この新しいやつがもしかしてすごいかもしれないっていうのからね、試してみますね。他のやつは終わってる。で、これもシリコンのやつピロンってして、これを机に貼り付けとくか、ペチョンってね。ここで作業するみたいな、もうちょっとこっちか。この辺か。ってことで作業になるんでね、ちょっとカメラ動かそうか。カメラを動かしていく。この辺かな。で、老眼対策で拡大もしなきゃね。6ワットだと完全効果までに10分ぐらいかかりそうですね。だよね。単純に考えてね、36ワットの6分の1のパワーしかないってことは10分ぐらいかかりそうだよね。ねえ、どうなるかな。6ワットのやつ前にこまりさんが言ってたみたいに上下に挟むとき使います。あ、そっか。下からね。ほんと穴開いてるやん、ちゃんと。下からやるのもいいかもしんないね。下から用に100円、300円かでも。微妙やな。やったら1000円の36ワット買った方がええやんと思うけどな、私は。まあでも、その辺でなんか、たまたま買い物したとき、ついで買いとかでね、買うのがいいかもしんないよね。だからこのシェルが可愛いからね、入れてみようと思うんだけど、わかるようにしたいんだよね。私、アホだから忘れちゃうんだよね、多分。まず透明だけで作るか、一回。透明だけで作って、ちょっと、型から出した後に、なんて書こう。1、2、3で、ね、番号分けしようかな。この古いやつが1で、1回リニューアルしたやつが2で、今回出たやつが3みたいにね。1回透明だけ作ってみるね、ちょっと。もうね、収縮気泡祭りだと思うけど。大きいクマちゃんがいいよね、可愛いから。まずちょっとクリアレジンだけで1回作ってみるね。そのシルバーっぽいそのシルバーっぽい色やすり削りやすいし、早く削れるよ。これ使いやすそう、形状がね。ちょっと期待。海キット迷うけど我慢ですね。もうなんか今材料がめちゃくちゃある人は別にほんと買わなくていい。ガチで初心者の人向け用に作ったやつだからね、夏の工作とか。でも今頼んでももう夏の工作間に合わないからね。何なんだろう、なんかその辺もちょっと考えてほしいなとか言っちゃったりして。シマエナガのセリアのカラワク、なかなか見当たりません。セリアなんか、あれよね、品揃えがさ、やっぱ運が良くないと見つけれないみたいなのあるよね。円柱って1回で交換無茶ですか？うわ、円柱はきついね。上下からライト当てたらいけると思う。上下ってか前面から上と下からだいぶ分厚いから。で、収縮しないレジン液使う。作家のためのレジンが多分現状一番収縮しないと思うんだけど、それ使ったら、ワンチャンいけるかもしんないってぐらい。100均の着色剤買うならジェルネイルの方がまだ使えると思います。ジェルネイルのとこの方がなんかいいのありそうだよね。確かに。ダイソンの6個入り鍋買いました。一緒、これ一緒だよね。ピント大丈夫かな。セリアのジェルネイルおすすめ。もうカラーとかになったらジェルネイルの方がいいかもってなってくるね。現在テレビ、スイッチ、タブレットで小森さんに囲まれてるししてます。すごい。3人の小森に囲まれてる。ありがとうございます。結局100均のレジン用品って使えるものと使えないものの2つかもしれませんね。ね、中途半端に使えるものじゃなくてなんか、ほんと、きっぱりしてるかもしれないよね。ダイソーのシリコンマット使ってたけどすぐボロボロになりました。私も過去に1回買ったけどすぐ黄色くなった記憶がある。36ワットに10分やってダメだってすごいですね。そう、本当にね、すごかったよ。びっくりしたよ。そして、
初めてやった時に100均のチューブタイプのレジンを使ったら固まらなかったからレジンって大変と思っちゃいました。だよね。だからレジンやってみたいって思ってやっぱみんな100均にまず行っちゃってで最も使いにくい難しいレジン液を買ってそこで作れずに挫折してやめる人がすごい多いからだから100均がダメとかじゃなくてもっといいものを出してくれたらねレジン人口が増えるから私的には嬉しいんだけどちょっと期待しようかこれにね。でとりあえずちょっと1回クリアで作ってみるね。でもこれがどんだけ固まらんかちょっとお見せできたらと思う。この一番古いレジンねダイソーのこれは本当にね伝説やと思う。逆にセリアの古いやつも相当やばかったけどね。もうちょっと拡大しておこうかな。ちょっと待ってよ。一回待っててこれ。もっと近づけたいよね。カメラをもっと近づけていき。このくらいなら見えるかなみんなが。ね、この辺でね。からの拡大機能。あれ使おう。マット。せっかくさ買ったんだから。そう。もういっぱい買いすぎてさばくのに一苦労だよ。このいつも使っている黒マットの代わりに買ったセリアのマットを引いてみようしたね。これを引いたらもしかしてみんなが見えやすくなるかもしれない。こっちの方が見やすいよねきっと。後でこの透明シリコンマットを一回さらばしてこっちの方が見やすいよねきっと。調整中。この角度だったら見えるかな。さらに拡大もいけるけど老眼族の方いかがでしょうかね。よかったらなんかもっと拡大がいいとかリクエストだったら教えてください。バス降りるので一旦抜けます。了解、ありがとう。いつ終わるだろうねこれ。老眼対策ありがとうござる。老眼対策ね。クロッチさんの闇市見られましたか？見てない。でも多分アウトレットとかっていうことはシリコンモールドにちょっとだけ汚れがついてるとかそういうのがあるだろうからなんか今作りたいもの特にないなって人は見るといいと思うけどレジンパーツが家にめちゃくちゃ余ってるって人はもう見ない方がいいよ逆に。余計なもん買っちゃうから多分安くなってるからだいぶ。これがなんかクリエイターが言うことかって感じだけどパーツがどんどん溢れちゃうからさ見ない方がいいよ。もう安くなってて可愛いから買おうってなっちゃうから。いやと言いつつ私は後でちょっとログインしてみようかなと思ってます。これ一番ダイソーの、古いやつね。まずこれね。これをちょっといきました。で結構今んとこ気泡なく綺麗にこれね1回目だから綺麗に絞れたんだけど後半になったらもう気泡がめちゃくちゃ出てくるからね。でこのダイソーで買った朝食スティックでくまちゃんのね隙間をなぞっときましょう。ちなみにこんなことをしても最強放置しようが何しようがどうせめちゃくちゃ縮むからね確か。ただねちょっとでもなんだっけ無駄なね悪あがきをしたいんでキャンドゥのミラー下に引こうか固めるとき。気泡抜けも悪いな。ちょっと高粘土っていうか中粘土ぐらいかなこれ。中粘土ぐらいだね。とりあえず透明クマちゃんたちを1個ずつ作ってね比較対象にしていきたいと思います。ちょっと置ける入るね。うわもう蓋を開けた時にビヨーンってレジンが出てすんごい使いにくいんだよこのチューブは。いよいよ制作ねいよいよ制作しますよ。でねキャンドゥのこのね反射板使うとちょっと気持ちね固めるの早くできるよって感じなんだけどねこれを使おうと思うんだけれども
さっき教えてもらった通りこのフィルムを忘れず剥がして、そしてめちゃくちゃ映り込むので自分が映らないように気をつけつつね、置いて、大丈夫？これなんか眩しそうだよ、みんなが。大丈夫？で、個人的にはこの上にしっかり引くで、個人的には映ってないかな、私。大丈夫？この上にうるさいよ。レジン台をね、レジン台を置くと、隙間が生まれて光が反射しやすくなるからね。この状態だったらまだいいかなって思う。ね。一回固めてみましょう。わー、落ちていく、いろいろと。この状態でね、一回固めてみようと思います。どうなるだろうね。今このダイソーの一番初期ので試してます。手芸用ヤスリずっと気になってたのでワクワク。ねえ、どうかな。この後多分削るでしょ、どうせ。ボコボコになって。100均のレジンライト何回もライトを当てたけど固まってなくて、表面が固まってたら裏にしてやったらベタベタしたけど固まりました。裏向きにしなきゃダメだよ。100均とか関係なしにね、どの作品も裏を持ってから硬化しないとダメなんだけど、100均のライトがねめちゃくちゃ弱いから、本当はネットで買ってほしいんだけど、きっと100均しか行けないもんね、学生さんとかだとね。100均はもっといいやつ売ってくれたらいいんだけどね。こんばんは、こんばんはいらっしゃい。見やすいってよかった。帰ってきました。お帰りなさい。見やすくてよかった。なるほど、まず家のものを使わなきゃですね。ねえ。で、今1分やったでしょ。どうしようね。何分やろう。もう固まんないの知ってるからさ、どんだけやろうか難しいな。標準のまず裏表4分やって、その後ベタベタ感を見ていこうか、みんなで。ね、この、どこ行った？この古いやつやばいよって感じでね。こんばんは。闇市は狙ってた7つのうち開始2分で2つ品切れで、嘘ー。そのままちらほら品切れあって争奪戦起きてました。やっぱそうなるのか。だってきっと数がいっぱいあるわけじゃないもんね。アウトレットとかだからね。争奪戦が起きていたとは。私はさっきね、常にパーツがめちゃくちゃ余ってる人はもう見ない方がいいよって言っといた。これ以上パーツが安くて可愛いの見つけちゃうとパーツ増えちゃうから見ない方がいいよって言ってた。さっき争奪戦だったのか。固まらないと言っているダイソーの白レジンは LED ライト対応じゃないから固まりませんよ。UV LED じゃなくて UV ライトってやつがどこ行ったやろ、あるんだよね、確かね。っていうかこのライトさ、何なんだろう。このライト UV-LED か。UV-LED なんでね、UV の紫外線は出てるから UV レジンも固まるって固まるんだけど、そもそも UV レジンってものが、昔は UV が主流だったんだけどね、10分ぐらい固めるのが普通だったからね、遅いんだよね、UV は。今2分固めて、で、見てわかる通り、収縮し放題でクマちゃんがなんかもう傷だらけになっているんだけど、裏も固めようか、とりあえずね。100均なんだよね、これが。隣にもあるから一緒にやればよかった。クマちゃん2匹いるじゃん、これ。ねえ、実験みたいで楽しい。ねえ、楽しいよね。なんか色作っとこうかな、今のうちに。もう一回、あと1分。楽しいけど、なんか、どうしよう、これ。でもさ、よく考えたら、この魔法のレジンさ、流用してるよね、パッケージ。チューブじゃん。大丈夫？いや、でもチューブに、一緒のなんか書いてある数字は違うけど、同じパッケージ流用してるな。大丈夫か、これ。ねえ、ちょっとこっちの入れ物はこっちの方がいいんだよね。これもさ、ほっとくと溢れてくるんだけどね、ダバーって。よく見たらチューブじゃん、こっちも新しいの。
で、これで一回、効果が終わった、普通だったら終わってるんだけど、一回出してみようか。怖いけど、見ての通り収縮はしまくっていて、でも可愛い。くまちゃんが可愛い。くまちゃんの目のあたりがボコってへこんでパンダちゃんになっちゃってるけど。ね。で、お察しの通り、ペタペタ天国なんだけど。ペチョペチョだね。これはこれでね、後々当てとくとして、残りのやつで、これを忘れないようにしたいわけ。背中に1番って書いておこう。1番ね、この子1番。で、他のやつでもやってみよう。UV と LED は LED は固まる数値が違うから固まらないそうですよ。UV、LED って UV と LED の両方の波長が出てるって認識あったんやけど、違うんかな。で、これはでもこれも LED で固まったからな。これでも LED って書いてないね。でもこれ早かったはず。これ固まるのは早かったはず。で、2回目のどれだっけ？ P。あれ？これかな。2個目のやつと、待って、中蓋あるタイプだ。あれね。中蓋と新しいやつで試してみようかな。こんばんは、間に合った、イエーイ。いらっしゃい、間に合ってます。このくまちゃんかわいいですよね。ねえ、かわいい。今なんか収縮しちゃったけど、それでもかわいいもん。色つけた方がみんなが見やすいかな。で、この改良版にでしょ、ダイソーのね。ちょっとサラサラなんだよね、チューブタイプよりは。ね、でも確か収縮がすごかった記憶あり。そしてこの新しい魔法のレジンというダイソーの新しいやつを試してみましょう。ではチューブタイプだからちょっと使いにくいのかどうなのだ。あれちょっと待って。粘度がこれと全く一緒なんだけど、今絞ってるだけでわかるけど青色成分入れてる気がするな。これ硬化してるとき青く光るやつ。違うかな。なんとなくそんな気がする。入れてるな、これ。絞りの、結構中古、待って。出まくる。助けて。出まくる。ダメだ、こりゃ。全然絞りにくい。青色成分入れてる。型流しただけでわかる。硬化中に青く光るレジン液っていうのがたまにあるんだけど、それは黄片をごまかすためにね、青色成分を入れてるやつなんだけど、それが入ってるな、この新しいやつ。だからうちのチューブとは一緒ではないね、中身が。見たらいいんだけどな、画面越しに。この時点で色違うんだけど、わかるかな。もうちょっと下かな。ね、結構今の時点で違う。基本のとっといてちょっとね。くまちゃんの鼻の辺の。しれっとお風呂に入ってきて、しれっと戻ってきました。おかえりなさい。実験気になるね。私も気になる。新しいダイソーのレジン液がどんなもんかって思うんやけど、だいぶ高粘度ってぐらいもったりしてる。珍しい。私がダイソーやったらモールドとかと相性のいいサラサラを置くけどな。まさかの高粘度なんだ。かなり高粘度だ。新しいやつ。そして青色成分入り。なんで黄変はしにくいと思う、多分前のやつより。
でもいいのかもしんないね、これで。収縮しなかったら割とありかも。ちょっと使いにくいけど。ってことで、こっちも固めてみようと思います。でも今年度だとはなんか今のトレンドに合わせてサラサラがやってくると思ったらちょっとびっくりしたね。このまま固めますね。いい。この2つはおそらく固まるの早いんちゃうかな、さっきのベタベタより。100均でレジン液以外はめちゃ買います。趣味程度なので。セリアはネイルコーナーでグリッターとホログラムなどをよく買いますね。いいよね、ネイルコーナーがすごい良かった。液以外はちゃんと書いてて偉い。そう、液はねやっぱ良くないよと言いたかったけど、これでもなんかワンチャンすごい質いいかなって思ったけど、高粘土だからね、封入物混ぜたらもう基本祭りになると思うんだよね、これ。これね、低粘土だと思った。まさかの。中蓋あるある。あるあるあった。100均の着色剤買って硬化して取り出すの時に娘の作品が破裂して飛び散り、びっくりしました。着色剤が破裂して飛び散るってめっちゃ怖いね。ねえ、怖いね、それはちょっと。どういうこと？破裂して飛び散るってすごいね。みんな眩しいかな、これ。大丈夫かな。LED ライトでも物によって UV でも固めれるよ。だよね。私も今まで固めてきたな、UV で。遅くなるよね、ちょっと。UV レジンはもともとかかるよね。私も何年前だろう。3年前清原の UV レジン使ってたけど、10分ぐらい当てるのが普通だったな。さすが、レジン液監修しただけあってごまかしがバレてる。そう、バレるよ。で、これをちょっともう一回見したいんだけど、ちょっとぼかしが入っちゃってるんだけどね、中段の列にね、なんか下にちょっと文字書いてあるやつ、これは応変しない代わりに白濁りしてるんだよね。白濁りしてるやつが青色成分入れたレジン液なんだけど、青色成分入れたレジン液は応変しない代わりに白く濁ってくんだよね。だからもしかしてこの新しいやつは応変しない代わりに濁ってくかもしんない。もう一回当てて、次裏か。よいしょ。レジのモールドは2種類です。そうだよね。1個しか買わなかったよ。セリアさんのシリコンモールドほぼ買えてます。すごい。私もいっぱい欲しかったな、もっと。そう、海の生き物シリーズをね、勧めてくれた人がいたからすごい探したんだけどね、海の生き物のモールド見つかんなかった。滑り込みセーフアウトアウトかも。今もう紹介が終わっちゃってね、今試しに作ってるとこ頑張って。どうだろう、セーフかなプレゼント出しとこうか。今日もね、企画やってるから、プレゼント企画をね、もう一回出しとくね。今日のプレゼント企画のキーワードは爆買いです。爆買いね。インスタされてる方よかったらご応募ください。1名様にプレゼントが当たります。間に合ってるのかどうなのか。これで4分かな、次。5分かもしれない。忘れちゃった。で、とりあえずこれが1番でしょ。これが3番で、忘れんようにしんとね、アホやから。これが2でしょ。おそらく1のやつをもう8分当ててるんだけど、光をね当ててるけど、ペッタペタなんだよね。ピチャピチャってペタペタなんだよ、こんな感じでね。これはもう1日外に干さないと固まらない。1番のやつはね。で、2番の応変がやばいやつは2番収縮しまくってる。やっぱ前回試した時も収縮すごかったんだけど、収縮がすごい上にすでに応変してる。ちょっと3番が収縮してないかもしんない。これ3番ありかもしんない。収縮がない。固まってるね、両方ちゃんと。めちゃくちゃ熱いからちゃんと高速効果してるね。
こっち収縮やっぱすごいんだけど、3番で、青色成分入れた上に収縮もなくなってるから。で、サラサラやったらいいんだけどな。いや、でもすごいすごい。今までのに比べたら全然いいと思う。これはありかもしんない。今年度だから使いにくいけど、ちょっとこれもまたね、お外に干して試そうかなと思う。こいつが収縮がないのが素晴らしい。収縮がないレジン液が好きだからね。ミール皿とかもこっちでやった方がいいと思う。収縮すると速攻取れちゃうからね。ということで、1、2、3書いてここか、裏に。忘れんようにね、私忘れるから。新しいレジン液は収縮がなくて青色成分入れてるから、応変しない代わりに白くなっていくと思う。ただ応変はしないって感じかな。サラサラにしんかったんかな。でも高粘土なんだよね、一気にね。どうやっておいたらみんなに分かりやすいか。こう置くとね、見えるかな。これじゃあもう分かんないかな。やっぱさ、一番古いやつはもうすでに茶色いんだよね。で2番のやつは、この2番のやつは収縮もしてるし、ちょっと茶色くなってるんだけど、3番目のやつがね、収縮ないし、青色成分入れてるから、いきなり改善されたと思う、これは。頑張ったと思う。ちょっと、私の100均縛り動画が、これのおかげでもしかして、になるかもしれない。ただちょっと収縮は完全にはなくないな。ここにシワができてるからな。完全にないわけじゃないんだけど、他のに比べたら全然収縮が少ないって感じ。ね、そんな感じでした。ってことは、これを使ってちょっとなんか混ぜたらどうなるかを試したいんだけど、フラッシュ混ぜたら泡吹く天国になる予感がするんだけどね。それもちょっと試してみようかな。どこいった。気泡たくさん入れたいときに役立つレジン。逆にね、それもありかもね。ちょっと入れてみる、逆に。そうかもしんない。考えようによっては。でも収縮ないって、あとこれ絞り出したら止まらない。そこだけ注意。さっきも入れすぎたけど、全然止まんない、絞り出したら。これをこっちのボトルにすることはできないんかな。いや、多分こっちの方が高いんだよね、原価が。ボトルのね。だからこっちにチューブにして価格を抑えたんだろうけど。このチューブは使いづらいぞ、だいぶ。クラッシュフォロー入れてみよう。クラッシュフォローちゃんと蓋してあって偉いじゃん。全然開けれないじゃん。テープしてあるから。阿波踊りやってました。すごい。私最近 TikTok で阿波踊り見るのハマってるの、最近。阿波踊りやってたってすごい。まだ会場なので賑やかすぎて聞こえない。阿波踊りの会場から見てくれてる。ありがとうございます。嬉しい。私も行きたい、阿波踊り。待って、全然取れない。ちょっと一回フォロー頑張って。フォローを取って、フォローをテープを剥がす。私手はもうシワシワになってる。キーワードさっき聞いたので忘れしてたので助かります。すぐ忘れちゃうからスクショしました。わかる。私もすぐ忘れちゃう。なんであんな忘れちゃうんだろう。忘れっぽい今。このフォローかわいい。この2個使いたいな。でもテープ剥がすのにめっちゃ苦労する予感がする。2番の子キュッて引き締まってる。キュッて引き締まってるよね。収縮かな。いやでもすごい3番新しいやつすごい頑張ってきたと思う。どこに置いたら見えるかな。新しい子ね頑張って。でもちょっとやっぱベタベタするわ。ちょっと効果足りんかな。分厚いモールで1番のかもう見てこれ。もう指でやってますみたいな。あかんわ、レジンアレルギーやでこんなことしたら。100均のやつめっちゃ出やすいしな、レジンアレルギー。ちょっと拭いとこう。
応変が一番困るだよね。だからさ、何年か経って出るのはもうしょうがないと思うんだけどさ、ほんと1週間とかで出てきたら困るよね。ダイソーのやつはね、天日干し実験した時に2日目、1日目にもう応変してたんだよね。めちゃくちゃ早かった。で、特にこれがもう応変がえぐいんでね、使わない方がいい。応変ダメな人は。コメントしたくて子供に手伝ってもらいながらやっとチャンネル作成なるものをしました。ありがとうございます。ややこしいのに最初優しい。お子さん優しい。ありがとうございます。嬉しい。ね、何層かに分けて硬化するの難しそうですね。ほんとだ。難しそうだ。チューブから直も難しいからパレットに出してやった方がいいかも。ねえ、チューブ止まっちゃう。量がね、好きなとこでピッて止めれなかったから。確かに。この可愛いさ、ホログラム混ぜてみよう。見えてるかな？くまちゃん、ちょっと待ってね。一回手袋した方がいいな。手袋しよう。一応私的にこの新しいレジン液のね、使い心地も分かったんで、今日の配信で確認したかったのそこなんでね。これを固めた後に終わる感じになるかなと思います。22時ぐらいに終わるかな。みんな金曜日の夜だしね。この後みんな制作でしょ。制作。さっき固まらなかったお話してましたが、その際はどうやって処理しましたか？固まらなかったら外に出しとけばいいよ。もう外の、日光やったら UV レジンだろうが LED だろうが絶対固まるから、外に置いてそれで捨てたらいいと思う。日光がね最強なんだよね。このホロかわいい。すごい。でも高粘土だからめっちゃ混ぜにくい。かわいい。見えるかな？ちょっと入り込んできてっとね。6個100円のホロめっちゃかわいい。すごいかわいい。大きい粒もあるし、ちっちゃい粒もあるし。これは素晴らしいね。100円で買う価値ありだね。ほら、たまにさ、そんな可愛くないホロとかあるやん。それで6個入りとかやったらそれ安いわってなるんやけど、ちゃんと可愛いもん。で、これをくまちゃんに流したいんだけどさ、この高粘土流すにはこの逆のスプーンみたいなやつ使うか。ティッシュがどっか行ってる。落ちてた。3番が良ければ海のたらしに使えそうですか？3番はそうだね。高粘土だから海塗りにいけると思う。てか私海塗りもしたかったんでね、青色の着色剤も買ったんだよね。100均のレジンで。これやったらうまくいくと思う。ただこのチューブから直絞りしたらめっちゃ難しいんで、一回こういうパレットに出してブラシで取って垂らすみたいになるんだけど、高粘土だからめっちゃ時間かかると思うけど、いけそうな気がするな。ちょっと私100均縛り動画で海塗りやってみるつもりでいるんでね、また紹介しますね。でもこれちょっとほんとこして応変確認したいな。ただ透明感がすでにいまいちないから、やっぱ青色成分入れるやつって透明感がちょっとかけちゃうんだけど、今時さみんな色入れて流したりするから、あんまり透明感のとこはそこまで気にしなくていいかもしんないよね。だから応変しない分ちょっと透明感少ないなって思った今。くまちゃんもそういえば匂いってどんな感じですか？
わー、ほんとや。ちょっとまずマスクしててわからないのもあるし、私12月にコロナになって、嗅覚を失ったんですよ、コロナでね。失って、そっからね、なんか、一応戻ったっちゃ戻ってんけど、嗅覚自体がすごい弱くなっちゃって、あんまり匂いわかんないって感じなの。だから今、マスクずらして嗅いだ感じあんまりわかんないんだけど、昔検証した時にめっちゃ臭くて捨てた記憶があるから、なんかここに置いとくだけでこの周辺匂いやんけとか思って捨てた記憶があるから、1番2番が臭いのは確かなんだけど、うわーどうだろう。鼻が効かんのがやばい。めっちゃやばい。鼻がまだ治ってないの。コロナってさ、鼻と口の間にあるところの細胞を破壊するらしい。で、私それで嗅覚やられちって、今もあんまり匂いしない。どうなんだろう。誰かお星様の使ったことある人がいたら教えてほしいかも。わあ、ちょっと微妙に足りないから上から透明出したしとくか。ここに足りてるのか。でもやっぱ朝食パレットの方がこうダーって流せるからいいよね。ただ朝食パレットが100均に売ってないんだよね。他ないのかな、原価100円ぐらいなのに。こんばんは。通知が来ないのはなぜ？悲しい。みんな来ない人いっぱいいる。なんでだろうね。シリコンブラシ使えばよかった。忘れてた存在。アホだからすぐ忘れる。こっちの方が流しやすかったよね、絶対。シリコンペン使えばよかった。今みんなに 見やすいようにね、いつも左でやるんだけど、右手でやってる。一応両利きだから。こっちの方が流しやすいで、こっちやればよかったね。わあ、どうなんだろう。いつも使ってるやつよりは使いにくいけど、まあでも、シリコン。いやでもさ、シリコンの部分短すぎんこれ。なんかこの辺りにレジンついて速攻終わりそうなんだけど、シリコンの部分短すぎてね。やっぱネイル用だからな、レジン用ではないからな、これ。ただキキララだから可愛い。ね、ちょっと足りなかったからクリア足すか。そしていろんなところにパレットについていく。あら、ただいま戻ってきました。途中で寝落ちするかもです。眠たいのにありがとう。大丈夫？水色ホロエリクマちゃん、氷細工みたいになりそう。ねえ、すごいホロが可愛いから、いい感じになりそう。ちょっと少なめに、気持ち少なめに絞って、で止まらないから、気持ち少なめに絞ると。いやでも私、この新しいやつが収縮しないから、これ使えば100均縛りでもだいぶ可愛いのできると思う。収縮するけど、少ない他のやつより。だいぶ可愛いのできそうで、ちょっと気が楽になったし、これ5本ぐらい買っちゃったからね。よかった、ちゃんと使えるやつで。当初見て、土日しかレジンやってないので、ダイソーのフォローは量もちょうどよくて大好きです。そうだよね。なんかパンパンに入ってなくてさ、真ん中ぐらいなんだけど、これやとこぼれにくいし、ちょうどいいよね、こんぐらいの量がね。いろんな種類があるの嬉しいね、100円で。で、気泡がまあいっぱいいるけど、今回気泡は気にしない感じのデザインっていうことにして、よいしょ。ねえ、これで一回固めたいんだけれども、ちょっと待ってよ。ちょっとノーブルの縁に。これね、これ取っとかなきゃね、バリ。でもヤスリ試すやつしてないじゃん、まだ。まあいいか、またちょっと今度の時やってみよう。ヤスリを使う部分が今んとこない。これね、モールドを固める前にこれやんなきゃダメだからね、バリできるからね。これで固めてみよう。いや、それにしてもこのやっぱ一番の収縮祭りレジン、これをどう処分するかってなってくるんだけどね。だから最初にコメントもらったみたいに封入物のちっちゃいパーツを作るとか、これ使えばいいのかな。ありがとうございます。楽しみにしてますってね。こちらこそありがとうございます。
こんな可愛いモールド100件にありました。このライブのね、前半でいろいろ紹介してたんで、またね、よかったら24時間後にアーカイブが上がるんでね、見てもらえたら嬉しいです。いろいろありました。ただ、夏休みでね、なんか完璧にはゲットできなかった。いろいろ品切れが起きてた。子供寝かしつけながら BGM 感覚で聞いてます。BGM でありがとうございますね。寝かしつけ大変だ。寝てくれるといいね。ちょっと待って、今シリコンブラシさ、拭いてたら思いっきり抜けたんだけど、スポーンって。なんだよ、これやる気なさすぎだろ。もう抜けるものですと言わんばかりになんか簡単にスポーンって抜けたんだけど、シリコンブラシ拭いてただけで。さすがだな。接着剤で自分で止めろってことか、これは。普通にスポーンって抜けた。そうなんですね。コロナやばいですね。ねえ、もう一生治んないんじゃないかな。だって8ヶ月経ってまだ嗅覚戻ってないってやばいよね。匂いしない。ダイソーで朝食パレットありましたよ。あったんや。結構頑張って探してんけど見つからんかった。やっぱさ、今みたいに一回作ったやつを移し替えるときってやっぱこういう朝食パレットの方がいいよね。そうだよね。これネットで100円で売ってるんだからダイソーで置いてなきゃおかしいよね。見つけたかった。みんな知ってた。朝食パレットダイソーでありますよ。思い出した。ごめん、持ってるわ、私。そういえば、昔買った。あれ、なんで今回買わなかった？売ってなかったんだ、今回は。あるもん、目の前。これだよね。こういうやつだよね、硬い。昔買ってみたんだ。でもこれ、すごいめくりにくいよね、レジン。今回見つけれなかったな、そういえば。昔買ってたのに全く存在を忘れていく。キャンドゥにすごい流れていった。キャンドゥに朝食カップあるよ。ねえ、あるのか、キャンドゥも。あれ、見つけれんかったな。私が見逃したかもしんないな。臭いレジンありますよね。ねえ、私臭いやつ無理なんだよね。一気に20個とか作るからね。ちょっとでも臭いレジン使うと部屋が汚染されてしまう。ダイソー結構臭かった気がする。匂いがわかんない。ダイソーとキャンドゥってみんな言ってくれてる。セイヤ以外はあるって感じか。ネイリストしてた自分からするとレジンが臭いって感覚自体がよくわからないんです。ネイリスト、レジンが臭いがわからないんか。作家のためのレジンは匂い感じますか？全然感じない。もともと匂い薄いやつだからね、作家のため。で、作家のためじゃないめっちゃ臭いやつが臭かったはずなのにコロナの後から匂いわかんなくなってる。ダメだこりゃ。シリコン確かに尺足らず。ねえ。おかしいし、尺足らずやし、スポンって抜けてよ、簡単に。もうなんか、こっち側も使ってくださいと言わんばかりに、スポンって簡単に抜けちゃった。キャンドゥのはシリコンで、ダイソーのはプラっぽい。キャンドゥのシリコンなんだ。キャンドゥで買えばよかった。ってか、しっかり見ればよかった。ね、みんな詳しい。ありがとうございます。シリコンペンはシーインで買った方が安いし、使いやすい。ねえ。シーインの方がいいよね。こういうシーインのシリコンペンの方がね。安さ求めたらやっぱシーインとアリエクだな。グレーのマット外せない？ほんとや。いらんやん、これ。あれじゃん。こうしなきゃダメじゃん。気づくの遅っ。なんか全て使い始めの胸で全て忘れてるわ。固めるときにしたい。意味ないよね、これ。あれ何分固めたっけ？わかんなくなっちゃった。ちょっとフォロー入りだからもう一回だけやっとくね。くまちゃんズ。すごい見にくいね、光でね。こうしたらマシかな。シリコンペン、セリアのネイルコーナーにいい感じのあります。あるんや。いや、探したんだよね、今回。売り切れてたんだろうな。早くもシリコンブラシの食務放棄が早かった。確かにコマリンさんの癒し系ボイスは横になったり布団で視聴していたら眠気を誘いそうです。
じゃあ寝れなくて悩んでる人よかったら聞いてってねありがとうございます。シリコンペンの先が抜けるなら長さ調整できるのでは。確かに。でもね、なんかだいぶ柔らかいから、例えばここで接着剤止めたとしても、なんかこんなビヨン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 ってすごい使いにくいかもちょっと見た目が可愛いだけで微妙だったけど、まあ買ったからには使っていくかな、100均シリーズでね。ということで固まったので、ホロラメくんは熱すごい。おー、かわいいじゃんねえ。収縮もしてないね、あんまり。着色剤混ぜたらまた違うんだろうな。これだったらなんとかやっていけそうな気はする。このホロめっちゃかわいいね。氷くまちゃんみたいのできたねえ。どうしよう、着色剤はまあ動画の方でやるかな。てかどこ行ったか分かんなくなっちゃった部屋がぐちゃぐちゃだからね。という感じで今日は全てを紹介して、で新しいやつを試してみて、自分の中では収縮がないからありかなって思った。ただ青色成分入れてるんで、もしかしたら1週間ぐらいで濁ってくるかもしれないんで、ちょっとそれは今から検証したいかなと思います。何しようとしたんだっけ。そうこれね、最後だから出しとくね。爆買いのやつを出しときの、今日はこれね、爆買いと出しといて、抜けちゃったね抜けちゃった。かわいい。シリコンペンの買い時がわからないのですが、わかんない。私も1本目がもう7ヶ月ぐらい使えてよ。毎日レジにしまくってるのに。だいたいさ、もうこの辺につきまくってカッピカピになって、なんかもう鬱陶しくなったら買えるけど、行こうと思えば永遠に行けるよね。これ結構持つよね。かわいい。ホロの色めっちゃ好みです。かわいいよね。すごいいい感じだった。職場の人もコロナ感染からの嗅覚の後遺症残った人いたんですけど、すごい。私と一緒。きつめの匂い嗅いで嗅覚刺激したら戻ったって言ってたので、参考までに。どうしよう。何の匂い嗅ごう。私納豆とかきつめの匂い。了解です。ありがとうございます。3のくまちゃん応変どのぐらいで始まるのかなね。そうそれが気になる。1と2はもう自分で実験して、もう次の日ぐらいから外に置いといたら応変してたんだけど、3が多分応変しないタイプだと思うんだけど、白濁りしていくタイプだと思うけど、どのぐらいで始まるんだろうね。ちょっとそれもまた報告したいと思いますね。ということで今日はねバーッと紹介して新しいレシピ試したんで、この辺で終わりたいと思います。多分次回から普通の制作してると思う。この100均を使って動画を作るシリーズは動画投稿するつもりなんで、次回から普通にいつものように、販売アイテム制作する感じになるかなって思うんだけどね。100均会楽しんでいただけましたでしょうかレジン液だけ作家を使って、それ以外は100均縛りで作品を使ってみてほしいです。それは多分すごいいいやつができそう。私100均縛りの動画以外の時に普通に使うかもしんない。なんかこのくまちゃんとか可愛いしね。それもやってみてほしいよね。やってみたいよね。きつめの匂い。旦那の匂い嗅いでこっかな。カレー臭すごいで。職場の人はお酢とかコーヒー。お酢いいね。お酢だったらすぐあるもんね。東宝ってむせそうだな、お酢。コーヒーか。コーヒー昨日飲んだけど、確かに匂いしなかったな、昨日。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。次も月曜日の、多分ね、今後月曜日昼、水曜日夕方、金曜日今日と同じ夜
のルーティンで行こうかなと思ってます今のとこね。だから月曜日の昼かな次。そして明日ついに名前が変えれるようになるんでね。次回配信月曜日。でも次回配信月曜日で合ってるのかなしばらくこの名前かもしんない。お疲れ様でしたってありがとうございます。ね、後遺症治ってほしい。やっぱ食べ物の味が薄く感じちゃう匂いが少ないとね。楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ね。お疲れ様でした。ゆっくりしてねって。ね。どうしようかなと。なんか、一回100均のもの記録しとこうかな。忘れんようにまたアホだからね。で、24時間後にアーカイブあげるんでね、初めから見たかった人はまたご覧ください。ライブでやる気スイッチいただきに来ますね。やる気スイッチ入るといいな。やる気スイッチ楽しかったですってね。ありがとう。じゃあありがとうございました。今度こそ月曜配信本当に。この後レジン作りますってみんな一緒だ。ね、ゆっくり金曜日の夜をお過ごしください。帰省があるので1週間視聴できませんでしたが、そっか、帰省ね、お気をつけていってらっしゃい。来週なんか台風来るみたいだからね、日本ね。気をつけていってらっしゃい。二次会するって言ってる。二次会って酒飲みでしょ。みんな酒飲むんでしょ、どうせ。はい、ありがとうございました。じゃあこれで終了します。またね、バイバーイ。